はい、皆さんこんにちは。京都のマサです。それで今日ね、お話ししようと思ったのはね、思い出の青春曲、青春ソングでね、ちょっと 2本動画作ったんですけどね、ノーランズ、それからアバとアラベスクね、これで2本動画はしたんですけど、どうなんでしょうね、このちょっと今までとね趣向の違う、元ブログとあんまり関係ないね話なんで、いつも私の動画で脱線してますけど、歴史の話とかね、脱線することが多いんですけどね、バイクのことはねそんな話すこともないんでね、逆にレースとかやるわけじゃないしね、そんな新しいバイクに乗ってるわけじゃないし、それで今回ねちょっとお話ししたいなと思ったのはね、その3組に続いてっていうとね、やっぱりオリビア・ニュートン・ジョン、この人のことをね話しとかないといけないのかなと思ってね、オリビアさんね、74年ぐらいなのかな、オリビア・ニュートン・ジョンのデビューアルバムが出たのは。私よりもねだいぶ20ぐらい上の方なんですよね。ですからね、その世代的にはねもうアバと一緒でだいぶ終わりの頃なんですよね。その実際僕が洋楽を聴くようになったのはね、ただねオリビア・ニュートン・ジョンに関しては日本でもだいぶ流行ってましたんで、その僕が小さい時からでもねその名前っていうのはね聞いてましたんでね、存在というか曲はね知ってはいましたね、やっぱり。そよ風の誘惑とかね、あとはザナドゥね、この辺の曲はこの曲がなんですけど、私にとってはね神曲ですね、ザナドゥね。これは映画の曲なんですけどね、映画のサウンドトラックなんですけど、だから最初ねオリビア・ニュートン・ジョンの曲がそのローラーリンクでかかってた時にザナドゥの曲ばっかり流れてたんですね。でザナドゥって映画の中でもローラースケート履いてねこう踊ったりしてるんですけど、だからでしょうね、大変こうローラースケートとマッチするんですよね。でオリビア・ニュートン・ジョンのねアルバムをいくら探してもね入ってなくて、収録してなくて、どうやったらそのねレコードを借りれるのかなってねいろいろ探してたらね、そのサウンドトラックのレコードにしか入ってなくて、最初それを知らなくてね、探すのにちょっと苦労した思い出がありますね。で実際ね私がね
洋楽のアルバムっていうのを初めて購入したのはね、このオリビア・ニュートン・ジョーンのフィジカルっていうアルバムなんですよね。洋楽ではこれが初めてですね。しかもね、その時輸入版でしたね。これ私買ったのはね、どこだったかな、あれなんかね、親に連れられてね、岐阜だったか泉山だったかな、なんかあっちの方の百貨店かな、スーパー百貨店だね、名鉄百貨店なのか松坂屋だったのか、ちょっとうろ覚えですけどね、そこへね、親戚のいとことね、一緒にこう行った時にね、選んで買ってもらったんですよね。自分で選んでるんですけど、これが欲しいって言ってね。それがオリビアでしたね。初めてだから手にしたアルバムがね、オリビア・ニュートン・ジョーン。で、その当時ね、オリビア・ニュートン・ジョーンってね、すごい人気はあったんですけど、すごい叩かれてたんですよ。皮肉なことに。もうこれはね、彼女がもともとオリビアはね、イギリス出身なんですけど、イギリスからオーストラリアに渡ってね、でその後アメリカにも移住するのかな。でもオーストラリアですね、私の認識だとオーストラリアの歌姫って感じなんですけど、当時ね、日本に来日公演のなんか直前だったかなんかで、その日本のね、イルカ漁のことをね、バッシングしたんですよね、オリビアが。そんなイルカを殺すようなね、野蛮な国に、ね、でなんか歌いたくないみたいなことを言ってそれがすごいニュースになって、もう日本中からの大バッシングですね。日本の文化のことも分からずにこいつはみたいなね。僕はその頃ね、オリビアのことをね、すごく好意的にというか好きでしたので、曲は日本に来てほしかったんですけど、小さいながらもね、なんか結局ね、その時は立ち消えになったのかな。でも面白かったのがね、自分は毛皮なんかアザラシかなんかの毛皮のコート着たりしてた写真がね、こうあったんですね。毛皮は平気で着てるのに、クジラをね殺しちゃダメだとかね、勝手なことを言うなみたいなねごもっともなんですけどなんかでもそれはあれだったのかな、ちゃんと説明した人がいるのか。オリビアもね、日本のね、食文化、漁の文化っていうんですかね。あと追い込み漁で、問題になってたのは、壱岐のイルカを殺してたのがニュースになって、それを見たオリビアが怒って、なんかそういう世界に向けてそういう発信をしてね、
で大問題、大炎上、今で言ったら大炎上ですよね。ブログが大炎上みたいな。でもそれは結局そのハマチだったかな、なんか養殖網を食い散らして、そのイルカが漁師が育ててる魚を食べてしまうと、ほとんど、まあ、だからそういうことをせざるを得ない。でまあ日本にはもともとそういうクジラを食べるね食文化っていうのがありますから、まあ、ましてやその当時1970年代後半か80年代の頭ぐらいだったと思うんですけど、その当時なんて日本は普通にね、僕ら給食でもクジラって出てきてましたからね。それ以降ですよね、オリビアがそういうことを言って、それから日本へのこうクジラ叩きっていうのが強くなって、で捕鯨っていうのが正式にこうできなくなっていったのかな。だから調査捕鯨みたいな形でね、頭数をこう制限して、あくまでも調査のための捕鯨ですよっていうことで捕鯨するようになっていったんじゃないかな。だからそれ前はね、結構多分普通に取ってたんだと思いますよ。捕鯨船の文化っていうのかな、槍の鉄砲みたいなのがね、漁船の先についてるんですけど、特に和歌山の方なんか行くとね、太地町なんかクジラ漁っていうのはすごく盛んでね、まあ、そういうのを見たことある人はね、まあ実際現場じゃなくてもそういう船とかね、まあよくわかると思うんですけど、展示してありますんでね、太地行ったら。まあでもそういう動きが今度加速して、オーストラリアでは日本に対してね、そのシーシェパードみたいな活動につながっていくんですけどね、多分つながっていったんだと思いますね。まあだからそういう意味ではね、オリビア・ニュートン・ジョンが言ったこと、やったことはね、大変日本にとってはマイナスなんですよね。こういう発言を見るとね、本当白人ってね、自分たちのご都合主義だなっていうのは分かりますよね。特にね、オーストラリアなんてもうアボリジニをどんだけ殺したんですか、アボリ現地人をね。まだ僕が若い頃っていうかね、その一昔前まではアボリジニを狩りをするね、そういうツアーがあったんですよ。日本からでも行けたんですよ。まあ、直接狩りはしないんですけどね、そのオーストラリアの白人が要は現地人を狩りをするのを見せるツアーがあったんですよね、昔。人間が人間を殺すツアーですよ。そんなのがね、そんなことをやってる国がねなんでクジラ漁のことを、日本のクジラ漁のことの方が、クジラの方が大事なのかって、人間よりね。面白い滑稽ですよね、もう。まあもう話がだいぶ脱線しちゃいましたけど、まあオリビアさんに関してはね、僕はまあ悪気はなかったんだろうなと思うしね、その
ついついそういうのを見てね、かわいそうだなと思ってそういうこと言っちゃったんだろうなと思ってね。まあでも時にはそういう問題提起もね必要な場面もありますんでね、まあそれで日本人がというか世界がねクジラ漁のことを考えるようになったり、それで今度は逆にねオーストラリア人がね自分たちの行いをね考えるようになったりね、そういうきっかけになったんじゃないですかね。まあオリビア・ニュートン・ジョンはね、まあそういうちょっと大事件もあるんですけど、日本とまあでもね曲はすごくいいのでね、本当に高い声がねこう澄み切った高い声っていうんですかね、クリアな高い声、そして特にね若い頃のオリビアのねこう可愛さっていうんですかね、そういうのはねすごくまあ今ね YouTube とかでも見ることができますんでね、まあぜひまた興味のある方はねご覧いただけたらと思います。それでは失礼します。ここからクラリやってるよ。あ、クラリってね。